あ、キノコありますね。これは多分紫しめじですね。あ、こっちにもありましたね。4本どころじゃないですね。はい、これとこれですね。はい、今日は10月19日です。今日は札幌市内里山のホームグラウンド2に来ています。すっかり、里山もですね、紅葉が、始まりました。始まったというかもう真っ盛りという感じです。ここはちょっとですね赤い、紅葉がないのでそれほど綺麗じゃないんですが、この周辺、非常に綺麗になってます。でここですね、先週から、今週にかけて他の地域ホームグラウンド1とか2を1とか3をですね回った感じではもうそろそろ終わりということで、今日はですね多分このホームグラウンド2に来るのは、今シーズンこれが最後になると思います。来春まで、ここに来ることないと思いますので、ゆっくり、ぶらぶら歩いて楽しみたいと思います。あ、キノコありますね。これは多分紫しめじですね。色がだいぶ薄くなっちゃってますけども紫しめじだと思います。あ、よいしょと。はい、綺麗な裏は綺麗な紫色してますね。ちょっと薄くなってますけども、でこの横にもありますね。はい、これ晩秋に出る、キノコなんですね。でこれですね紫しめじって大体近隣を描くんですよ。だから今こことこうありましたから、こう大きくですね丸くなってるはずなんですね。あえてありましたね。こことここにあります。これもちょっとだいぶ古くなって大きくなりすぎて茎もげてますけど、でももう、全然問題ないですね。十分食べられると思います。はい、これですね。からこれこれはだいぶ薄くなっちゃってますけど、でも食べられると思います。はい、大小合わせて4本でしょうか。取っていきたいと思います。はい、今ですねこの近隣とここにも小さいのありますね。これ小さいのあります。もうここないのでこの小さいのも取っていっちゃいます。はい、でこれ紫しめじってですね図鑑には書いてないんですけども、多くの個体で私の経験上この最後の根元がですねこう L 字状に曲がるんですよね。これ一つの特徴です。それでですね実はこれでちっちゃな合わせて5本になったんですけども、今の近隣とは違うとこなんですけども、近くにですねまたありました。はい、ですね。これ誰かが取ってポイッと置いてありますね。大丈夫だと思います。でこれですね。茎もげた。茎もげたんで根元は置いています。はい、これも足しておきます。はい、ここに、奈良竹1本だけ出てます。どうでしょうかね。もう古くて腐ってますかね。
ちょっと食べられなくもないんですが、まあちょっと古いので置いてきます。でですね、同じ木に今見つけたんですが、ムキタケですね、出てました。まあこれ小さいのでこれとかですね。はい。まあ当然もう虫はいません。まあムキタケでも貴重なので、取っていきたいと思います。はい、ここにも奈良竹1本だけ生えてるんですけども、どうでしょうかね。あ、これはいいですね。裏まだ白いです。はい、これは取っていきたいと思います。ここにキノコが出てますね。これ1本だけ出てるんですけども、これ形は栗竹っぽいですよね。はい、栗竹ですね。ただ栗竹が1本だけって普通ありえないので、まあここにちょっと群生してですね、出て、まあ、誰かに取られてしまって1本だけ残ってたと解釈するのが正しいかと思います。まあ、当然、持って帰ります。あ、キノコが生えてますね。なんですかねこれ。存在感ありますよね。ちょっと見ただけではわからないですね。なんですかねこれ。はい、わからないです。あ、またキノコありますね。これ2本ありますが、何ですかね。白ぬめりですかね。あ、取れた。あ、そうですね。白ぬめり。いや、これはもうダメですね。ブヨブヨ。これも白ぬめりですよね、多分ね。はい。ブヨブヨなので、これは残地しておきます。はい。ここはですね、猿なし。いや、もちろん柔らかくなってますけども、ぐちゅぐちゅになってないですね。他のところではほとんどぐちゅぐちゅになってるので、これだったら十分食べられますね。あとこっちの方もありますね。この辺も、これも、はい、ぐちゃぐちゃに潰れてないですね。まあ珍しいですね。他のところはもうほとんどもうぐちゃぐちゃに潰れてるんですけども、これちょっと取っていきたいと思います。この辺探してですね。はい、ここにこれ吹き桜しめじがものすごい出てますね。これですね。はい。これ全部吹き桜しめじですね。あっちの方にも、こっちの方にも。はい。これ美味しければいいんですけどね。これが桜しめじだったら言うことないんですけども、まあ残念ですね。あ、ここにキノコありましたね。これ多分赤もみたけですね。赤もみたけ取れると料理が一品多くしなきゃいけないので、あんまり嬉しくはないんですけども、でもまあ今日は収穫少ないんで、やっぱり赤もみたけですね。父が私の手にもつきました。もう一本ありますね、ここにね。
はい。まあ2本ぐらいあれば赤もみ竹だけのために何か一品作ってもいいかもしれませんね。はい、じゃあこれ持ってきます。はい、また赤もみ竹ありましたね。これはちょっと割れてますけども、まあこれ多分まだ新しいキノコなので、多分鹿かなんかに踏まれたのかもしれませんけども、ちょっと割れちゃってますよね。はい。私の手にいっぱい土がつきました。あれ、ここまだいっぱいありますね、こっちにも。ここにもあるし、ここにもあるし、はい。こっちにもありますね。はい。まあちょっと乾いてますけども、あと、ちょっとなんかひだの色が変わってますね。これちょっとひだの色変わってますね。これは残地した方がいいかもしれないですね。これ残地しておきます。ということで4本も取れたので、ちょっと赤もみたけの料理を本格的に考えなきゃいけないかもしれないですね。ませんね、今日は。こっちにもありましたね。4本どころじゃないですね。はい。これとこれですね。はい、紅葉の進んだ唐松林です。多分何にもないと思いますが、もうこのホームグラウンドにはですね、今シーズンがこれで納めになるので、悔いを残さないように、ここ最後この中をぐるっと回って終わりにしたいと思います。はい、唐松林には何もありませんでした。それではあとは車に乗って、帰ることにします。はい、帰ろうと思ったらですね、最後とんでもない発見です。札幌マイマイが私のリュックサックについてました。ただこれ小さいのでですね、これは逃して来年に期待したいと思います。
はい、晩酌の時間になりました。今日も、日本酒八海山で行ってみたいと思います。はい、それではいただきます。はい、それではまずはいつも通り、鍋からいってみますかね。今日の鍋はですね、紫しめじがいっぱい入ってるんですよね。で紫しめじのつゆが出汁が出てると思うんですけど、まずつゆから飲んでみたいと思います。はい、つゆはいいですね。鍋の素使ってるんで非常に美味しいです。それではですね、まずは、紫しめじということで、これすごい大きなものをこう何等分かにしたものですね。それから小さいのは1個丸ごと入れたりしてるんですよね。それはこの中によそわれてないかもしれないですね。ないですね。じゃあしょうがないので、この大きいのを何等分かしたもの、これ茎も一緒に入ってます。じゃあこれいってみたいと思います。はい、紫しめじはですね、この食感がいいんですよね。生の時は結構ボロボロしてるんですけども、熱をかけるとですね、本当にキノコらしいいい食感に変わります。ただちょっと味はですね、ほこり臭い、ちょっと香りがあるので、慣れない人はちょっと食べづらいかもしれないですね。できるだけ濃い味付けがいいと思います。で、これもですね、味噌汁はダメです。味噌汁入れるとそのほこり臭いものがドーンと出てしまってですね、ちょっとっていう感じになってしまいます。だから最低限鍋。あとは今日はちょっともっとあればやりたかったんですけども、もうごま油と炒めて、だし醤油で濃く味付けすると。そうするとかなり美味しいですね。とにかく食感がいいきのこです。それではここに見えてるですね、これ奈良竹ですね。奈良竹1本だけあったんですけども、この奈良竹いってみたいと思います。黒くなるんですぐ分かるんですけども、これ。はい。奈良竹は言うことないですね。ただ不思議なことにですね、紫しめじが大量に入ってるので、紫しめじの味になっちゃってますね。紫しめじに負けてます。それではあと、むきたけですね。むきたけがありました。じゃあむきたけいってみたいと思います。はい。むきたけも紫しめじの味になっちゃってますね。あと最後はですね、栗竹ですね。栗竹が1本だけ出てたんですよね。この中入れたはずなんですけども、あった。これですね。はい。栗竹1本だけ、これ食べてみたいと思います。はい。これも申し分ないですね。美味しいです。それでは鍋は後でゆっくり食べるとして、次ですね、これですね、
コクワ猿梨です。で猿梨コクワはですね、もう9月で大体終わりなのに、こんな晩秋にですね、形崩れないままですね、たった4つなんですけどもあったというのは奇跡的ですよね。それでこうちょっと甘辛あんで、煮てみました。じゃあこれちょっといってみたいと思います。はい、いいですね。甘くて酸っぱくて、でそれでこの醤油味の甘い辛いあんになってるので、いいですね。酒の魚になります。まあ一歩間違えばジャムかなんかになっちゃうんですけども、結構いけます。ちょっと日本酒がまだ残ってるんで、もう一回ちょっと、これですね、紫しめじ、食べさせてください。はい、食感いいですよね。ちょっと日本酒がまだ飲みきれないので、じゃあちょっとこの豚肉と失礼、鶏肉とむきたけちょっと一緒になったところ、これいってみたいと思います。はい、いいですね。まだちょっと日本酒あるんで、ちょっと、コクは行ってみたいと思います。はい、まあコクはあれですね、本当にこうフルーツの感じですね。フルーツの感じで、酒の魚になるという感じです。まあ今頃これ食べられるとは思いませんでした。こんな晩秋にですね。はい、それでは最後ですね、この、グラタンいって赤もみたけのグラタンいってみたいと思います。でまあグラタンはさすがに日本酒は合わないので、ワインに、赤ワインに、切り替わります。でこれはですねフランス産の、ワインです。ただしスーパーで売ってる安いフランス産のワインということになります。はい、それでは、グラタンいってみたいと思います。赤もみたけ入ってますよね。はい、いってみたいと思います。熱っ。はい、まあこれは非常に美味しいですね。赤もみたけ自身が旨味があるし、で赤もみたけはただしボソボソしてるので、なんかこう鍋とか入れたらダメなんですよね。いつも言ってるんですけども。で今日はですね、赤もみたけが最初1、2本取れた時は、2本程度までだったらもう少し簡単なオムレツぐらいにしようかなと思ったんですけど、確か6本ぐらい取れたですよね。あれだけ取れちゃうとちょっとオムレツだとものすごい大きなオムレツになっちゃうので、でグラタンにしました。赤もみたけこんな晩秋でもまだ出てるんですね。で今日はですねもうこれホームグラウンド2はですねこれで終わりだと思います。もう紫しめじが出たらですねもう終わりなので来週はもうないと、来週っていうかもう次回はないということで、今日が最後ということになりました。はい、それでは今日の夜食材は一通り食べ終えたと思いますので、あとはゆっくりですね、晩酌続けたいと思います。今日はご視聴どうもありがとうございました。